とってもね、綺麗な室なんですよね。白いのがついてますね。おお。さて、蔵の前に到着いたしました。それでは早速お邪魔したいと思います。こんにちは。こんにちは。白泉酒造の加藤です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よ、よ、よ。なんか趣のある階段を今上がっております。この階段は昔麹を、お米をですね、はい、こう担いで上がってくるときに、はい、つま先に体重がかかるように急になってるんです。暖かい部屋に移動させていただきましたが、はい、ここでは何をなさるんでしょうか。ここでは麹作りをする麹室という部屋で、これから作業をして42時間後ぐらいに完成するっていう。約2日間。2日間。はい。この中に今日お米に麹菌っていう菌をつけて運んできたお米が入ってます。見えないんですけど、これ実は麹菌がついてるんです。ここから菌糸が伸びてくるんです。そうです。だいたいこれで500キロぐらいですね。一度に。はい。麹作りは毎日やってます。毎日じゃあその単位で増えていくっていうことです。そうです。お隣の部屋に入れていただきましたけれども、ここは何でしょう。ここは先ほどのお米を2日目、次の日にこちらに移動して小分けにして、また温度が管理しやすいようにしてます。さっきの広いところで24時間で、ここの狭いところでだいたい24時間。とってもね、綺麗な室なんですよね。じゃあぜひ2日目の麹を見比べていただいて。白いのがついてますね。これはいつ仕込みに使われるんですか。これは明日ですね。明日完成します。2日経ちましたら、もう最後完成ということでデコ麹っていう作業をして、こちらの方に麹を移して、で、少し冷ましてからこちらの方に麹を落として、下で受けて、でそれを仕込みに使っていくという。これが完成した麹だそうです。今こちらでもち米を蒸してまして、でこちらの機械砲冷機っていうんですけど、こちらでもち米を冷ましてます。こちらでもち米と米麹と米焼酎が合わさって今タンクに送られていっています。今度は緑の亀がいっぱいあるところに参りまして、ここはどういうところでしょうか。先ほど見ていただいた、もち米と米麹と米焼酎が合わさったものがこの今タンクの中に入っていってます。どうぞ。これさっきの混ざった子たちが、そうです。すっごい白いねっとりとした液体になってます。はい。これでどれくらい置かれてるんでしょうか。だいたい時期によるんですけれども、60日から90日。60日から90日でこんなねっとりとした感じに。そうです。こう日本酒だとこう、貝入れっていうんですけど、みりんの場合は棒を刺していって溶かしていくっていう。この状態のことを何か別名があるんでしょうか。もろみって言ったりしますね。みりんは出来上がりのアルコール度数というのが皆さん大体 14% ぐらいだと思われる方が多いんですけど、使用する場合の焼酎っていうのが41度ぐらいの焼酎を使うので、弱い子だと顔真っ赤っかになっちゃいます。仕込みしながら。もうアルコールが上がってきて、の匂いで。ここでは何が行われるんでしょうか。先ほどタンクで見ていただいたもろみが約60日から90日に完成します。でその完成したものをこちらで袋で絞っていきます。失礼します。袋がぷっくり。加藤さん、このぷっくりの中が先ほどのもろみですね。そうです。この中にもろみが入ってます。この隙間を見ていただくと、じわりじわり汗かいたみりんがこう下に垂れていっているのが分かると思うんですけれども、ちょっとずつね、汗かいてるのは分かる。これが滴り落ちてくるんですね。そうです。はい、じゃあ今から実際に絞りをするところを見ていただきます。
先ほどのお米がこう固まってはいガチガチだったものが完成するとこのような状態に、ああ、柔らかくなってる。ちょっとお粥みたいはい、なおかゆみたいになってますね。感じになります。もう一つ一つ丁寧に入れられてます。ここの下に出てきているのが先ほど絞られたみりんですね。そうです。今積んである船の中に袋があると思うんですけど、はい、その袋から垂れてきたものが今はいこちらに落ちてきております。これも自分の重みだけで絞られている状況ですね。はい。上のやつは使うんですか？そうですね。下の方には上の方の重みでこう絞れるんでいいんですけど、上の方だけはどうしても上にもう物が乗らないので、はい、で絞れないのでこれを最後に押してあげて、はい、上の部分を絞ってあげるようなイメージです。これが船絞りですね。そうです。先ほどの船絞りで出たみりんちゃんは一体どこで今度はどうなるんでしょうか？そうですね。さっき垂れてきた、液体、あれがみりんなんですけれども、はい、それを今違うタンクに移して、そこから3年ですね、寝かせます。3年ですか？はい。長い。角上特別顧問から教えていただいたここみりんですとか、あと本みりんの誕生秘話なんかもお伺いしたいと思います。はい。